じゃあまずクイズしましょうか。マスクをつけてホームに立ってる人に向かって険しい顔をした人が突っ込んでいきました。なぜでしょうかっていうクイズですね。何が言いたいかっていうと、医療従事者目指してる人が多分多いかなと思うんですけど、一回医療の世界に入ってしまうとこういう決まりの中でやんなきゃいけないとか、自分で考えて何かをやるっていうことが僕も全然できなかった。おはようございます。じゃあ今日も行くか。今日は津山高校に来てます。津山高校は僕の母校で、ビーズの稲葉さんの出身校でもあります。稲葉つながりで。なんか関係あるんですか？いや、全然関係ないんですね。で、今は僕が3年間住んでた男子寮に来てます。その当時と変わってない？変わってないね。もうなんかこう金属のプレートが出てるのはあれ全部コンセントなんだけどそうそう、向こう側にコンセントがあるんやけど、よくもう勉強に疲れたらここに出てきて、ここからこうやって壁に向かってこうやってキャッチボールしてた。でもこう帰ってきてこれ取るっていう。そう懐かしいな。だってさ、絶対ここでさサッカーしてるよね。あそこのだって窓にサッカーボールの型ついてる。やってること一緒やろ。ちょっと見てもいいですか？どうぞ入ってください。もう何も変わってません。いや、ほんと変わってないですね。はい、もうこの下駄箱も多分30年前のままだと思う。そのままでございます。ちなみにどこの部屋だったんですか？いや、結構ね部屋変わるんだけど、1年生の時一番最初入ったのはあそこの101だったな。いや、もう物置になってる。あ、101空いてるんですか？はい。待ってて。うわー、懐かしい。めちゃくちゃ懐かしいな。あ、でもエアコンついてるね、さすがに。当時なくてめちゃくちゃ暑かったから、なんかいろいろ工夫して風の流れ作ろうと思って、友達と2人だったから扇風機を2台でこっちから下の空気を上に上げて、この上の扇風機でこう上にこうどんどん流すような、真剣にそういうことを考えてやってたな。じゃあちょっとモーニングルーティン的な。モーニングルーティンな。俺どっちだったかな。俺こっちだったような気がするな。おはようございます。じゃあ今日も行くか。高校生の時と違って飛び降りて足骨折するかもしれない。あ、こんな感じで飛び降りてたわ。毎朝でここで着替えて、でもう歯磨きも早々に食堂行って、あ、すみませんすみません、お風呂だ。うわー、懐かしい。そうそう、この風呂がね、なんか1年生が入れる当番で、うわー、懐かしいわ。マジ変わってねえな。ちょっとこれ俺の写真撮ろう。懐かしすぎる。なんかこんなちっちゃかったかな。なんかもっと大きいイメージだった。先輩と一緒にこうやってこう入って、こうやってここで英単語を覚えながら先輩とこうやって喋ってた。結構深いんですね。結構深い。俺背低いからいつもこんななってた。ここに風呂タンとかいっぱい並べてたけど、全然ないね今。みんな風呂で勉強しないのかな。この辺置いてたな。なんかこの辺に物を置いていいのも昔は3年生だけで、1年生は部屋から持って行ってた。広いんですね。これ食堂で女子寮、ここだけ女子寮と男子寮と共同で飯だけ食う。だから朝飯の時はみんなここに来て飯食って、でその当時のなんか恋愛事情とかはどうなんですか？恋愛事情はな、寮生同士で付き合ってる人もいた、先輩に。ちなみに稲葉さん、俺は寮生じゃないけど、振られましたね。告って振られました。はい。これ使わなくていいかな。見てるかもしれないし。嫁さんにも見られたらめんどくさいやんか。もう今更です。じゃあ行きましょうか。今日は自分の母校であるこの津山高校に毎年呼んでもらってるんですけど、もう8回目ぐらいか呼んでもらって、なんか医療系に興味がある生徒さん集まってるみたいなんで、その人たちに自分のやってることとか、こういうお医者さんっていう生き方もあるよみたいな、そういう話をちょっとするために来ました。
ってきます。今回なんか伝えたいこと。でもやっぱなんか病院で働くとかっていうのはまあ普通だとみんな思ってるから、まあいろんな価値観があるからっていう話は、まあ、特に今の時代だし、お医者さんにもいろんな道があるよみたいな後輩に伝えれたらいいかなと思う。まあジェネレーション違うからな、あんまりおっさんが熱く語っても。じゃあ始めましょうかね。全員それとして。はい、よろしくお願いします。じゃあまずクイズしましょうか。マスクをつけてホームに立っている人に向かって険しい顔をした人が突っ込んでいきました。なぜでしょうかっていうクイズです。おー、素晴らしいな。さすが高校生だね。いや、これね、この間250人看護学生集めてやったんですよ。みんななんか自殺しようとした人を助けようと思ったとか、なんかそういういわゆるそのなんていうかこう医療用のマスクと駅のホームを想像して誰も正解しなかった。それはやっぱり一回医療の世界に入ってしまうとこういう決まりの中でやんなきゃいけないとか、自分で考えて何かをやるっていうことが不可能になってしまうんだよ。なかなかそれができない。何が言いたいかっていうと、だからみんなは今すぐこれ野球じゃねってすぐ思ったと思うけど、これからみんながなんかこういろんな学部行ったりいろんな仕事に就いた時にまあ同じようにこう頭柔軟に思えるか、これちょっと最後に皆さんに言っときたいなと思ってるんですけど、まあ、僕自身、まあ、今日お話ししたみたいに、まあ、外科やったり救急やったり、まあ、災害の現場行ったり地域医療やったりいろんなことやってるんですけど、まあ、例えば大学院行く行かない、博士号を取る取らない、医局に入る入らないとか、まあ、医者とかまあ、看護師でも薬剤師でもいろんな選択肢って常にいっぱいあるわけですけど、僕はちょっと悩んでたんです。外科やって救急やってどっちの道行こうかなみたいなので結構悩んでたんです。僕がいた時のセンター長なんですけどまずお医者さんになりなさいって言われたんです。まあ、どういうことかっていうと、まあ、医者っていうのは目の前に困ってる人がいたらその自分の持ってる技術とか力とか知識で、まあ、できること全部やってその人を助ける。まあ、それが医者だと。まあなんかこれ言うは易し行うは形みたいなところもあるんだけど、僕的にはこれ割となんかストンとして、まあ、その分勉強はしないといけないところはもちろんあるけど、あ、そうか、まあ、あんまりもう専門にこだわるのやめようって。もう僕はこの血管を通すことに、カテーテルで血管を通すことに命かけてます。もうこの骨をつなぐことだけが僕の仕事で、腎臓がその後悪くなったのは僕関係ありません。やっぱそうなりがちなんです。自分のねセクショナリズムっていうか専門がすごい決まってくる。そもそもでも本当の目的は何かっていうと、皆さんも医療やりたいと思ってる人多いって聞いてますけど、心臓だけ治したいわけじゃないと思う。なんかその人の心臓を治してその人をハッピーにしたいと思ってると多分皆さんのやっぱ今思ってる、まあ医療を通して患者さんを救いたいとか患者さんの人生ハッピーにしたいみたいな気持ちがもしあるなら、やっぱそれはすごい大事にしてほしいと思うし、まあ、誰に相談してもいやそれはやめといた方がいいんじゃないって言われたことが実は面白いかもしれませんし、まあ人に相談するあの人みたいになりたいなロールモデルがあるっていうのはいいことかもしれないんですけど、ロールモデルが、まあ、ない生き方っていうのも面白いと僕は思ってます。皆さん頑張っていい大人になってください。最後までご覧いただきありがとうございました。一人でも多くの人を救うためにチャンネル登録もよろしくお願いします。